こんにちは、隊長です。今回の動画は最近あったいろいろなことをこまごまとまとめた感じの内容になっています。最近、隊長という人間はこんなことがあったんだなという視点でご覧いただけますと幸いです。今朝公園に、ミニアジサイが咲いておりました。今後がとても楽しみです。あとは久しぶりにフリスビーをしたのですが、タオが想像以上に食いつかなくて笑いました。もしかしたら練習的なものが必要なのかもしれないなと思い、今後もちょっと続けてみようと思います。今見ていただいている映像と全く関係のない小話を始めます。夫と結婚したての頃、渋谷区の近くに住んでいたのですが、そろそろ明け方かなという頃にミスチルの Tomorrow Never Knows という曲が外から聞こえてきました。寝ぼけながらも誰かが歌っているのかなと思っていたのですが、その歌声はとどまることを知らず、あまりに気になったのでベランダに出て外を見ると、全裸の若い男性が道路の真ん中でミスチルを熱唱していたのでした。寝ぼけながらもその光景にあまりに驚いたので、夫を起こして見てもらうと、あれはやっぱり全裸だねという話になり、警察に電話をしました。てっきり警察官の方が1、2名ほどで来られるものとばかり思っていたのですが、なんと見たこともないいかつい車両2台とパトカーまで出動することになり、10名近くの警官の方が近くを捜索することになりました。とりあえず、ちょっと自宅のすぐ前で怖いからという理由で警察に通報してみたものの、この騒ぎになぜか自分が怖くなり、一人の青年にもしかしたら前科がついてしまうかもしれないという恐怖感にざわざわしました。どうなるんだろうと思っている矢先、その方は確保され連行されていきました。通報した私も署まで来てほしいと言われたのですが、朝4時台ということもあり、夫が阻止してくれたのですが、今でもミスチルの Tomorrow Never Knows を聞くと、この出来事を鮮明に思い出します。懐かしい思い出です。以上が小話になります。最近は夫側の、親族の方から大量のお野菜を送っていただきました。とてもありがたいです。最近ちょこちょこインスタグラムにも載せたのですが、チャプチェ作りにハマっています。普通の白い春雨ではなく、韓国春雨というさつまいもでんぷんで作られた春雨を使用するのが好きです。ニラの代わりに小松菜やほうれん草を入れたり、たけのこを入れたり、いろいろなアレンジができるので、お夕飯に結構作るようになりました。韓国春雨はアジア料理のコーナーとかに結構あるみたいなので、ぜひ
皆様もこの食感を、ご体験ください。韓国料理つながりですとズッキーニを大量にいただいたので、ズッキーニのチヂミも作ってみました。レモン塩でいただくととても美味しかったです。さらにはですね、いただいたお野菜にたくさんピーマンも入っていましたので、ピーマンの肉詰めグリルを作りました。ピーマンを半分こにして肉種を詰める方法もいいのですが、離れないように小麦粉をはたく手間がちょっと面倒だったので、ヘタを取ったピーマンにそのまま肉種を詰め、オーブンでじっくりと焼きました。ちょっと型が足りなかったので、右はクグロフ型というものを使用しました。意外と便利で良かったです。また今度はですね、あるテレビ番組で見たミーガオという台湾料理も作りました。ミーガオというお料理はですね、もち米と豚肉、卵などを筒状のものに入れ蒸し上げたお料理です。台湾では結構人気の伝統的な郷土料理の一つだそうです。味はほぼルーローハンみたいな感じです。事前に蒸し上げておいたもち米をこのような器に具材とともに入れて、さらに1時間蒸し上げて完成になります。具材が結構余ったので、別に中華風おこわも作ってみました。おこげが結構いい感じにできました。煮卵を添えて完成です。夫が朝はパン派なので、このようにパンも焼き上げました。だらだらと、料理動画が続いてすみません。これで最後になります。冷蔵庫に卵が一つ余っていたのと、あとたまたまレモンが冷蔵庫にあったので、なんとなく作りたくなってマドレーヌを焼きました。どうでもいい体調情報なのですが、私は、レモン風味の焼き菓子が大好きなので、時々このように作って自分の欲を満たしています。個人的に焼き菓子はしっとりしていればしているほどうまいみたいな個人的な好みがあるので、粉の配合はアーモンドプードルと小麦粉を約半々で、作っております。そうすると結構しっとりした口当たりになって結構好きです。焼き上がりました。とてもレモンの爽やかな香りがキッチン全体に広がって、もうこの時点で大満足というような感じです。なんだか可愛いです。真ん中がぷっくりと膨らんで嬉しいです。しっかりとレモンの風味が残っていて、とても美味しかったです。自分の欲望を一つ解消しました。あとはつい最近
夫とですね、丸山牛乳販売店という素敵なお店でとっても美味しいソフトクリームとプリンを購入しました。今回我々は牛乳ソフトクリームを選びました。とてもさっぱりしているのですが、まったりとしたコクも感じられ、とても美味しかったです。購入したプリンはお夕飯の後にいただきました。固めプリンが好きな夫曰く、とてつもなく美味しかったそうです。私もとても大好きな味でした。このカラメルソースが美味しかったです。今回の動画はいつもよりちょっと長くなりました。ここまで、見続けてくださった素晴らしい方々、本当にありがとうございました。特に今回はちょっと冒頭に意味がわからない話を、ぶち込みましてすいません。懲りずにまた見ていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いできますと幸いです。したっけねー。